どうも、スバルが大好きなゆっくりレ夢ムちゃんです。こんにちは。STI のロゴが好きすぎるゆっくりマリサだぜ。何を聞いてるんだまんじゅうレ夢ム。久しぶりにカセットテープを聞いてたら、懐かしいポケモンの曲が出てきたから、懐かしくて聞き入っちゃってたのよ。おっと、これを知ってる人は大体の年齢層がバレちゃうな。ところで、そしたらポケモン言えるかなの STI 版を言うことはできるかな？何それ？そんな歌あるの？いやあるわけないぜ。単に STI の車を全部言えるかなと思っただけだ。そんなの言えるわけないわよ。S シリーズが少しわかる程度だし。そう思って、今回はレ夢ムに言われる前に歴代の STI コンプリートカーを紹介しようかと考えてるぜ。そしたらいつものように報酬よろしくだぜ。わかったわ。そしたら山形名物さくらんぼの佐藤錦を渡すわね。私は紅秀峰の方が好きだからそっちで頼むぜ。というわけで今回は、歴代 STI、極上のコンプリートカー32戦全編ゆっくり解説を紹介していくぜ。32種類もあるの？知らなかった。今回は32種類もあるから前半と後半に動画を分けさせてもらうんだぜ。後半動画はまた後日に公開するので、しばし待たれよ。もし、少しでも共感してくれる、スバルが好きって人はぜひ、チャンネル登録で繋がれると嬉しいわ。それでは、ゆっくりしていってね。さて、前半動画でも16種類も紹介をしなければならないから駆け足で行くぜ。そんなにあるならしょうがないわね。ちなみに後半動画も16種類ね。さあ、皆さんは全部わかるかな？ぜひ次は何か予想してみてくれだぜ。それじゃあ早速1998年から見ていこう。どうぞ。まず最初は、インプレッサ 22BSTI バージョンだぜ。WRC の WR カーカテゴリー3連覇を達成したインプレッサワールドラリーカー97のイメージを再現したロードモデルになるぜ。いよー。原点にして頂点の最高の車。特徴としては、大きく張り出した前後ブリスターフェンダー、フロントグリル一体型バンパー、ブレースグリル付きアルミ製ボンネット、サイドスカート、大型リアスポイラーを装着。ボディカラーはイメージカラーのソニックブルーマイカに統一されたな。ゴールド塗装の BBS 製単造アルミホイールが最高にかっこいいわね。ちなみに生産台数は400台だ。続いては、2000年に限定300台で生産されたこの車。インプレッサ S201STI バージョンだな。いよいよここから、S シリーズがおまみしたわけね。GC8 型インプレッサをベースに、STI がそれまでの経験をすべて注ぎ込んだ。まさに、オンロードスポーツを追求したチューニングカーになるぜ。特徴としては、専用スポーツ ECU と給排気系の変更により、エンジンは走行出力 300PS まで向上。ディフューザー形状のリアエアロバンパーなどを装着し迫力あるフォルムなんだな。特徴的なフロントバンパーもセクシーよね。それにレイズ社と共同開発した16インチ。単造アルミホイールもバッチリ決まって、スタイリッシュ。走り、アピアランスとも、スパルタンな印象に仕上げた、限定車にふさわしい仕上がりだ。シャシー性能を高め、エアロパーツによりサーキットマシンの迫力ある形状に。さて、お次は2001年に限定800台販売されたこの車だ。フォレスター STI セカンドタイプ M になるぜ。SF5 型フォレスターがベースで、本来持つ卓越した操縦性能をさらに向上させるべく、STI がモータースポーツフィールドで培ったノウハウを注ぎ込んだモデルになるんだ。チェリーレッドステッチの桃製本革スポーツステアリングホイール、本革シフトノブとブレーキレバーを採用して、インテリアにもこだわりが。レイズ製17インチ単造アルミホイールが最高にマッチしてるわね。走る楽しさ、所有する喜びを両立させた究極のフォレスター。好きな人も多いはずだ。続いては限定400台の2002年に販売されたこの車だ。レガシー S401STI バージョンだぜ。出たわね。未だに絶大的な人気を誇るレガシーの特別仕様。この車は BE 型レガシー B4RS 系をベースに、4WD スポーツの走りの世界をさらに拡大する、エキサイティングな運動性能と、大人の感性を満たすプレミアムな味わいの実現を目標に開発。エンジンは、給排気系の変更、専用 ECU の採用に加え 293PS に、トランスミッションは6マニュアルとし、ブレーキはブレンボ製とし、アルミホイールは BBS 製だ。240km 毎時スケールのスピードメーター、マッキントッシュのオーディオを採用してたのね。そのため、乗り込んだ瞬間から STI のこだわりを肌で感じられる車に仕上げた最高の車だ。さて、続いては先ほどのレガシーと同年2002年に限定400台で販売されたこの車だ。インプレッサ S202STI バージョンになる。インプレッサ WRXSTI シリーズのコンペティションモデル、タイプ RA スペック C をベースに、STI がオンロード性能の向上を徹底追求した、車になるんだ。丸目、かわいいよ丸目。以前の EJ20 よりもさらに高出力化を図られたモデルで、吸気系の見直し等で、
320PS を絞り出す。出力特性を変更し、高回転域の伸び感を重視した仕様だな。チタン製のスポーツマフラーも採用したのよね。驚異のパワーウェイトレシオ 4.15kg/PS と高次元のベストバランスを実現した名車だ。続いては2004年、限定555台作られたこの車だ。インプレッサ S203 になる。グローバルピュアスポーツセダンをコンセプトワードとして、欧州上級スポーツ車と競合できる車格、性能を目指して開発された背景がある。特徴としては、タービンの大型化や吸排気系の高効率化に加え、エンジンのバランス取りを実施されたことだな。また、空力を研究した STI 製前後スポイラーを装着し、シートはドライカーボン製シェルのレカロ製バケットシート装着だ。開発に携わった人がラリードライバーのペター・ソルベルグってのもいいわね。彼の意見が存分に反映された最高の車に仕上がったことでしょうね。インプレッサの本来の持ち味を残した上で、単なる延長線上ではない、大人の感性を満たす高い質感プレミアム感を実現した車に仕上がってるぜ。次は2005年に限定600台で販売されたこの車だ。レガシー B4 2.0GT スペック。B チューンドバイ STI と、レガシーツーリングワゴン 2.0GT スペック。B チューンドバイ STI になるな。レガシー2つが販売されたわけね。セダンとワゴン。BLBP 型レガシーツーリングワゴンと B4 の 2.0GT スペック。B をベースに、フィーリングを調律チューニングするという STI 独自の発想によって生まれたこの車。ブレンボ製17インチブレーキキャリパーに、STI 製18インチアルミホイールと、あらゆるところに手が加えられたぜ。見かけよりも走りのパフォーマンスをバランスよく高めたチューニングっぽいわね。内装には専用 260km 毎時表示メーター、本革巻きのシフト、STI ロゴ等が随所にあしらわれ、雰囲気がドライブの高揚感を高めてくれるぜ。さてお次は、2005年に限定600台で生産されたこの車だ。S204 になる。高い評価を得た前モデル S203 のコンセプトグローバルピュアスポーツセダンを継承し、走りと内外装デザインをさらに進歩させたモデルになるんだ。このモデルはスケールを日本じゃなくて、世界でも気持ちよく走るを意識して、テストコースや英国などの高速道路と一般道で走行テストを繰り返し実施したぜ。エンジンはピストン、コンロッドの重量を一つ一つ手作業で計測して選別した。めっちゃ手間暇がかけられてる。クランクシャフトも手作業で研磨することで、アンバランス重量を修正する徹底、ぶり。タービンを大型化し、専用110ファイチタンスポーツマフラーを装着し、まるで車重が軽くなったか、のようなパワーと抜けの良いレスポンスを手に入れたんだ。軽量 BBS 製単造18インチアルミホイールとチタンマフラー最高。STI にしかできない気持ちの良い走りを想像した、素晴らしい一台だな。さてお次は、2006年に限定600台で販売されたこの2台になるぜ。前年に販売された BLBP 型レガシーの2006年モデルのレガシーチューンドバイ STI だ。STI 専用チューニングのビルシュタイン製ダンパーや強化ローダウンスプリング等の足回りの改良がされ、バランスの取れたハンドリングが売りだ。STI 製18インチアルミホイールも装着し、走りの質感を格段に向上してるのね。内装も前年モデルを踏襲し、大人の雰囲気を持つ外観と合わせて、ブラックに統一した。室内カラーコーディネートも評判なレガシーの特別車だ。やっと前半の折り返し地点かしらね。こう見ると、STI のコンプリートカー多すぎ。さて、お次も2006年。限定300台になる車はこちらだ。インプレッサ WRX-STI スペック C タイプ RAR だな。走りだけをとことん研ぎ澄ました究極のロードゴーイング GDB になる。RA がつくってことは、レコードアテンプト。つまり記録に挑戦するってことね。さらに、レーシーと一体味を込めた R の文字を与えられてるな。様々な変更を加えられ、専用開発のスポーツ ECU 組み合わせトップパワーだけでなく、中速域から高速域にかけてのレスポンスを格段に向上してるぜ。前輪の接地性の向上のため、スカートリップ付きフロントアンダースカートを装備されてるのね。特別限定色としてアストラルイエローを50台用意され、純粋に速く安全に本気で、攻められるインプレッサだ。お次は2007年。限定600台の2種類をご紹介するぜ。レガシー B4 2.0GT スペック B チューンドバイ STI とレガシーツーリングワゴン 2.0GT スペック B チューンドバイ STI の2つだな。BLBP 型レガシーのチューンドバイ STI 第3弾になるのね。今までのチューンドバイ STI の技術を継承し、ドライビングのセオリーを根本から考え、直すことにより、深いレベルでの車とドライバーとの新たな一体感な車に、レガシーの武器の一つである SI ドライブにも STI テイストを織り込み、オートマ車には ECU に加え、TCU にも専用チューニングを施されたぜ。内装にはアルカンターラのシート生地を贅沢に使われた。高級感を醸し出すことで所有する喜びを高められた出来栄えなのねきっと。続いては2008年。402台限定の2台の車を紹介。S402 になるぜ。
これは確か、セダンとワゴンの2種類があるのよね。この車は究極のグランドツーリングカーとして限定402台を販売。ベースは BLBP 型レガシーで、海外仕様の 2.5 リットルターボエンジンをチューニング。高出力を受け止めるために専用 BBS 製単造18インチアルミホイールと、23540R18 タイヤを装着。左右 2cm 拡幅したフロントフェンダーや、前後スポイラーは、ジェントルな迫力を醸し出しているな。エンジンルームにもこだわり、専用エンジンカバーを装着してるようね。続いては同じく2008年の300台限定の車を紹介。インプレッサ WRX STI20th アニバーサリーになるぜ。STI 創立20周年を記念し、曲がる楽しさをテーマに開発されたそうね。真のハンドリングマシンとして、ドライバーが曲がろうと思った瞬間に反応する俊敏さと、乗り心地や静粛性などの快適性能を高次元でバランスさせたインプレッサだ。中身は STI チューンを施され、STI 製フロントアンダースポイラーと専用のマットブラックに、塗装された大型ルーフスポイラーが相まって精悍な外観へ進化。20th アニバーサリー専用エンブレムをリアに設置されてるそうね。ボディカラーは、ピュアホワイト、WR ブルーマイカ、オプシディアンブラック、パール、の3色を用意された限定車だ。続いては今回初めて紹介する車種で、2009年に300台限定で販売されたこの車。エクシーが 2.0GT チューンドバイ STI だな。ツーリング7シーターエクシーがライブウィズスポーツのコンセプトで、チューンされた車よね。このクラスの車は STI 初の試みになり、多くの部分に STI チューンを施されたぜ。マフラーからスポイラー、ホイール、そして中身までが STI 製なのね。それだけじゃなく中身も STI 製に。ブラックを基本としアルカンターラ製シート地に、チェリーレッドステッチをあしらい、カーボン調パネルと STI ロゴのアクセントにより、落ち着いた中身も精悍なイメージに変わったエクシーガだぜ。さて、前半も残り2つ。あと少し皆さんも視聴頑張ってくれだぜ。これでまだ、後半の動画があるってマジ？まとめる方も大変。てかほんと多すぎ。次は2010年に限定400台販売のこの車。WRX-STI-TS と WRX-STI-A ライン TS の2台になるぜ。特徴は、富士重工業と東レが共同開発した、スバル量産車初採用のカーボンルーフを、装備していることだな。オートマモデルには 2.5 リットルターボエンジン搭載されているのね。マニュアル車にはボールベアリングターボチャージャーを装備されてるな。どちらも、走る楽しさと持つ喜びをさらに享受できる STI コンプリートカーになり、ドライバーが気持ちよいと感じるハンドリングを目指しているそうだ。TS ロゴ入りサイドシルプレート、STI ロゴ入りステアリングホイール、プッシュエンジンスイッチなどを装着されてるモデルだな。次はやっと前半動画の最後の紹介ね。前半パート最後を締めくくる車は何かしら？同じく2010年に600台限定で販売されたこの車を紹介するぜ。レガシー TS になるぜ。レガシー系によくある、セダンとワゴン両方 STI チューンされてるのね。ベース車の運動性能を向上させた STI コンプリートカーだ。さっきの車にも表記があったけれど、この TS って何なのさ？これは、S シリーズや R シリーズみたいな一貫性を持たせる意味も込めて、装備仕様をハンドリング主体に磨き上げることに傾注したモデルは今後 TS と呼ばれるようになったんだ。じゃあさっきの WRX-TS も同じなのね。すべての STI コンプリートカーに共通するスポート、オールウェイズ。すべての時、すべての道、車との対話はいつもスポーツだ。をコンセプトに、すべての乗員が気持ちよいと感じるハンドリングを目指したぜ。以上、前半の STI コンプリートカーになるぜ。これでやっと前半戦終了。同じ分だけ後半パートがあるのね。最後まで見ていただいた方も、本当にお疲れ様だぜ。それだけスバルの、そして STI の歴史が長いのね。それを2つの動画で振り返るってのもおこがましい話かもしれないけれど。とまあ今回の動画、歴代 STI 極上のコンプリートカー32選前編ゆっくり解説は以上になるぜ。もし、足りない情報や当時の背景等を知ってる人はコメントで他の方へ教えてほしいぜ。おすすめしたい STI カーがあったら、コメントよろしくお願いします。普段は、こんな感じでスバルの車の話や雑談等々をしています。スバル好きであれば、チャンネル登録って形で繋がることができると嬉しいぜ。また、動画にしてほしいリクエスト等があれば、それもコメントまでちょうだいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。